皆さんこんにちは。断言できることが一つあるんです。なんとね、信じられないかもしれないですけど、これから宇宙人 UFO に関する情報がどんどん表に出てきます。まさかって思うかもしれないけど、これは特殊なルートでね、仕入れた情報なので間違いないんです。実際に最近米軍で働いていた方々が情報漏洩して UFO 公聴会がアメリカでは開かれてますよね。これからさらに加速すると言われているんです。もう宇宙人をね、バカにできない時代ですからね。それと関係してるかわからないんですけど、海外の掲示板レディットである投稿が爆発的に話題になったんです。2023年7月6日、こんな投稿がありました。2000年代後半から2010年代半ばまで私は国家安全保障の請負会社で分子生物学者として大気圏外生命体 EBO を研究するプログラムに携わっていました。このテーマについて多くの情報を共有したいと思います。遠慮なく質問したり説明を求めたりしてください。なんと大気圏外生命体の研究を行っていた生物学者がね、彼の仕事内容を語ってくれたんですね、この掲示板で。その内容がどうもね、信憑性が高そうに見えて、っていうのもかなり詳細に具体的に書かれているんです。もしかしたら僕たちは地球外生命体の一部始終をね、目撃しているのかもしれないです。彼が投稿してくれた理由は、私は全ての人間が真実を知る権利があると信じていますし、人類が進歩するためには、これらの暴露に長期的に耐えられないであろう特定の機関や組織を捨て去る必要があると考えています。そういうことですね。最初に言っておきますけど、こちらの投稿、専門用語がたくさん使われてて長文なんですね。普通の人が読んだらもう何のことかわからないんです。僕もね、生物別に詳しいわけじゃないので、チャット GPT とかを使って、なるべくね、わかりやすい言葉に変えて、もう10分の1ぐらいの量にギュッとしたものを今日紹介していきたいと思います。では彼はね、何を語ったのか。このプログラムの目的は、これらの生物の遺伝情報の全体であるゲノムと、細胞内で発見している全タンパク質のことであるプロテオームの基盤を解明することでした。これら OBCs と呼ばれる客観化された身体意識スケールの研究は他のプログラムで何十年も続けられていましたが、90年代後半の新しい高スループット DNA 配列決定技術がこの分野の停滞した研究を解き放ちました。プロテオームっていうのはある生物や細胞が持っている全てのタンパク質のことで、タンパク質は体のね、いろんな機能をね、動かす役割があるので、そのタンパク質はどんな種類なのかなっていう調べるのがね、彼らの研究だったんです。それが90年代後半になって新しい技術になって可能になったと。これまでに分かってきたことは、この宇宙における私たちの位置について簡単に言えば EBO ゲノムは、今回 EBO という言葉は宇宙人のことですね。我々の生物圏と未知の生物圏のゲノムのキメラ、つまり地球由来の生物とそうでない生物のキメラ。彼ら EBO は人工的で儚く使い捨ての生物であり、その目的はまだ一部解明されていません。そうなんです。彼らはね、人工的に作られた生物なんです。私は自分と家族の幸せのために匿名で自分の知っていることを公表することを選びました。そうすることで私のメッセージの届く範囲や信頼性が低下することは承知していますが、それが私の望むところです。私がこのフォーラムを選んだのは、匿名性と人気度のいい妥協点を提供してくれるからです。私の匿名性を守るため、私を特定できるような情報、日付、学歴、役割などについてはわざと曖昧にしたり矛盾した表現をしたりします。この投稿主の経歴を軽く説明すると、投稿主は分子生物学者の博士号を持っていて、博士課程の研究課題を発表した学会で知り合った先輩学者にあるポジションをオファーされたんですね。3回の怪しい面接をして、というのもね、途中 NDA 秘密保持契約にサインさせられたりしたので、極秘の研究だっていうのは分かっていたそうです。無事通過して研究が始まると、最初の方はそこまでエキサイティングではなかったっていうんですね。そんなことないんだけどね。研究対象についての読書、内容が浅いレポート、プレゼンテーション、標準操作、手順書だけで彼らの食べ物、宗教、文化、まずは EBO を知ることだったんです。ただ冒頭に述べたように、彼らの今回の目的はこの EBO のゲノムとプロテオームをね、解明することでした。これを達成するために20人の科学者、4人の上級科学者、そしてディレクターからなるチームが参加しました。研究所はメリーランド州フォートデリックにあり、合法的な生物医学研究に使われている建物にあります。秘密工作は地下の限られた場所で行われてて、一般の従業員には見られないようになっているんですね。ただ意外にもね、そうなってくるとバイオセーフティレベル、その研究所のね、危険レベルマックスじゃないのって思うじゃん。意外にはそうではなくて、EBO サンプルや細胞培養は BSL レベル3で、品質テストは BSL2 で行われます。基本的にバイオセーフティレベルといえば、最近ウイルス、微生物、病原体を扱う実験室の格付けのことを言うんですね。1、通常微生物実験室で特別に隔離されている必要はない。2、入り口にはバイオハザードの警告が表示されなければならない。許可された人物のみが入室できる。3、封じ込め実験室、従業員名簿に記載されたもの以外の立ち入りを厳しく禁じる。4、最高度安全実験室、他の施設から完全に隔離され、詳細な実験室の運用
用マニュアルが装備されている。ちなみに武漢研究所はレベル4でした。地球外生命体よりも危険なコロナということですね。 EBO の枝肉はマイナス80度で保存され、死体は4体しかなく、どれも完全ではなく、これらの生物は大きな外傷を負って死んだことは明らかでした。人間であれば交通事故で負ったような外傷、宇宙人だったらおそらく宇宙船の墜落みたいなこと。そしてこれからが EBO についてです。彼らの体の特徴をね、すっげー具体的に語っていくんですね。驚くことに彼らの遺伝子は我々と同じで DNA に基づいていました。別の生物圏から来た生物なのに、もしかしたら我々の生物圏と彼らの生物圏には共通の祖先がいるかもしれないということです。我々と同じような真核生物であるので、我々の生物圏から分かれていったことを意味します。なので宇宙生命体というのは間違っているかもしれません。我々の遺伝子を彼らの細胞に挿入すれば、その遺伝子タンパク質に変換されます。遺伝子の仕組みを軽く説明すると、 DNA の中に僕たちの性質を決める遺伝子の情報が入ってて、その DNA のね文字がコピーされて mRNA という物質になり、これは遺伝子の指示書を工場に運ぶ役割をして、工場はねその指示書を見てタンパク質を作ります。そして彼らのゲノムは16本の円型染色体、人間は合計46本の染色体ですよね。これらよりはかなり少ないことになります。そして遺伝子には遺伝子間領域っていうものがありまして、別名ジャンク DNA っていう概念があるんですけど、これらタンパク質を作るための指示書ではない DNA の部分なんですね。決して無駄ではなく、放射線からね DNA を守ったり、新しい遺伝子ができる可能性のある部分として使われたりするので、ジャンクという名前がついているとはいえ重要なんです。通常人間の遺伝子間領域は距離感がバラバラで、多様な遺伝子や要素が散りばめられているんですけど、それを踏まえた上で EBO のゲノムは非常に特徴的で、遺伝子間のスペースがどこも同じような並びになっていて、全部ほぼ距離が同じなんです。しかも同じパターンが何度も繰り返されているということは何を表すのか。これらの生物が人工的であることを示しているんです。 EBO は人工的に遺伝子操作された生物です。人類が自分たちでロボットを作るとしたら、そのロボットは特別な命令書を持っていて、それによって動きますよね。その命令書はロボットが何をするのか、どうやって動くのかを決めます。そこで今回この生物を研究してみると、この生物には TRP というロボットの命令書を正確に読み取ることができるので、ロボットに特別なスキルや動きを追加したり、いらないものをね取り除いたりすることができるんです。しかも明らか外部から追加されたものなので、その理由はタンパク質はロボット自体にはないからです。もしこれが本当なら、ロボットはそれぞれどのように動くかデザインされているかもしれません。高速に動いたり力持ちになったりと。ただこれは1体の EBO を解剖しただけなので、まだ憶測の段階です。遺伝学の結論として、私が働いていた当時、ミトコンドリアゲノムはまだ解明されていませんでした。では EBO の身体的な特徴。彼ら EBO は形態学的には現代の伝えられているグレーのエイリアンに非常によく似ています。身長は約150センチで2本の腕、2本の足、そして頭部がありますが、いくつかの顕著な違いがあります。まずは皮膚です。一般に知られているグレーの皮膚は実際には整合性フィルムで覆われていて、おそらく敵対的な環境から守る役割を果たしています。温度変化に対する効果は微妙ですが、液体を通さないから十分な防御があります。グレーのフィルムの下の表皮はかなり白く、黄身は非常に規則的で毛はありません。フィルムを剥がすと髪の毛の焦げたようなアンモニアのような強い匂いが残るとのことは、アンモニア臭はきつくねえか。たまにほんと申し訳ないけど、たまに言いますよね。なんかちょっと正面の匂いしないこの人みたいな感じで。僕下半身基本的にこれグレーなんだけどね、僕の場合。皮膚にはたくさんの毛穴があり、表紙から皮下にある線へとつながっています。これらの線と毛穴は排泄発汗システムの末端部分であります。頭部には2つの大きな目、突起のない2つの鼻孔、唇のない狭い口、耳介のない2つの耳管があります。下顎はありますが、筋肉組織は退化しています。口腔には歯も下もないです。鼻孔のある鼻腔はコンパクトで、等速には隆起せず、軸方向に伸びています。鼻孔には救急に相当するものはないようです。口は食道に、鼻孔は気管に直接つながっています。気管と食道は連絡していないです。目、皮膚と同様、目も半透明な生体合成フィルムで覆われており、特定の波長や光強度から保護しています。フィルムを取り除くと目が現れます。人間の目の約3倍の大きさで、まぶたはない。その目の大きさから夜間視力が優れていることがわかります。おそらく明るい環境下でのみ半透明のフィルムが必要なのでしょ
色、胸膜は皮膚と同じ色、虹彩は青い灰色、瞳孔は黒く大きい。水晶体は人間よりも丸く、ピント調節に使われる筋組織を発達しています。目の中には錐体細胞という色を識別する細胞がありますが、通常人間は3種類しかないところ、なんと EBO は少なくとも6種類の錐体細胞があります。その結果、人間よりもずっと豊かな色の世界を見ることができます。僕たちには見えない領域を彼らは見えることができるということですかね。どんなものが浮かび上がっていくのかちょっとワクワクするよね。耳に関しては外から見える耳たぶと耳介がないんです。とはいえ内側は人間と似ていて、特に面白いのは蝸牛と呼ばれる部分が人間よりも複雑なので、より低い音を聞くことができるそうです。脳は人間なら主に2つの大きな部分からできているものに対して、この生物は4つの部分からできています。しかも人間の脳より 20% も大きく、神経細胞に働きかけるグリア細胞と呼ばれる細胞も人間より多いです。さらにこの脳には結節と呼ばれる部分があり、とても複雑な仕組みでできているので、この部分が特別な能力や技術に関わっているかもしれないです。首は人間よりも長く細い。そして面白いことに食べ物と息をする管が人間とは違って別々なんです。声を出すための声帯もありません。胸郭の筋肉組織は未発達で、大胸筋、増膀筋と三角筋は見られる。胸鎖乳突筋は明瞭です。肋骨と胸骨がはっきり見えますが、乳首はないです。腹部は胸郭より広く、やや前方に膨らんでいる。へそはないです。骨盤の骨が見えますが、生殖器や肛門はないです。手には4本の指があり、内側に親指があります。爪はなく、指紋は同心円状、指は人間よりはるかに長いです。人と異なり、指の筋肉組織は完全に手に内在しています。つまり指を動かす筋肉は前腕にはなく全て手にあります。一見したところ足は2本の指だけで構成されていますが、冒険の結果、各指は2本の指が融合したものであることがすぐに判明しました。続いて彼らの生物学的なシステム。彼らの細胞呼吸は我々と同等です。つまりエネルギーを生成するための有機細胞を酸化させる必要があります。肺の動きは人間の往復運動ではなく一方通行で鳥のように効率的です。発声は2つの機能。これは鳥類が備えている呼吸器官のことで、接合部にある膜壁の振動によって行われます。我々と似ていて、心臓は2つ、心室と2つの心房があり、位置は胸骨の真下にあります。大動脈、肺静脈、肺動脈があり、肺動脈を介して肺毛細血管に流れる血液は空気の流れに逆らって送り出され、ガス交換率は最大にします。血液は褐色で血小の比率が高く、ホルモンレベルは低い、グルコースレベルは高い。通常人間は排泄物を肛門や脳動または汗から分泌しますが、 EBO の組織は私が見てきたものとは全く異なります。肛門や脳動のような生体廃棄物を排出するための大きな開口部はないです。代わりに皮膚の表面には無数の小さい穴があります。内部には肝腎臓器と呼ばれる特別な臓器があり、人間の肝臓と腎臓の機能を兼ね備えている。この臓器は血液の浄化と体液バランスを調整しています。尿素サイクルがないため排出されるアンモニア濃度が非常に高く、このアンモニアは気候に運ばれるので独特な匂いを放ちます。この得意な排泄システムの根拠は、この排出されたアンモニアが皮膚表面で蒸発することによって体温調節を可能にすることに直接関係しています。消化器官は極めて未発達です。私たちの馴染みのある意味での胃はないです。しかし胸腔と腹腔の胃後部に疑似胃があります。この器官は消化には関与せず、居留器としての役割しか果たしていないのです。つまり液体と栄養素を収集する役割を果たすだけで主な消化部位として機能します。腸は肝腎臓器で終わり、消化されなかったものは尿管と排泄器官に運ばれます。歯がないこと、食道が狭く硬いこと、芯の胃がないこと、排便がないことから EBO は液状の植物しか摂取できないと強く考えられています。この2つの記述は消化器官から分泌される酵素の種類によって裏付けられています。摂取できる植物の種類が厳しく制限されていることを考えると、この種の生物が技術的な支援なしに我々の生物圏で生存できることは考えにくいです。人間の場合ホルモンを分泌し、体の様々な機能を調節しますが、 EBO に関しては細胞が牛の成長ホルモンを受容する能力があることから何らかのホルモン調節機構があるそうです。人間の免疫系は自然免疫と適応免疫に分かれていますが、 EBO に自然免疫はあるけど適応免疫がない可能性があります。心臓近くに存在する胸腺に相当する器官が白血球の成熟に関与しているようです。神経系は人間と非常に似ていて、脳と脊髄から情報伝達を行います。人間にはタイプ1とタイプ2の筋肉系がありますけど、 EBO に関してはタイプ1がタイプよりも10倍多いという点があります。以上が EBO の身体的な特徴についてなんですけど、皆さん率直な感想どう思いましたか？普通に考えてグレー宇宙人ですよね。これ見た目的にもおそらく中の機能的にも僕たちが想像するであろうグレー宇宙人ですよね。しかもね、その牛の成長ホルモン需要って書いてありましたよね。宇宙人といえば牧場で牛さんや動物がアブダクトされて内臓や血を取り除かれてしまうキャトルミューティレーションがあるので、ある意味
繋がっていますよね。しかもグレーは人工的に作られたある意味生物ロボットの性質があるというので、人間の遺伝子、動物の遺伝子、そして地球外の遺伝子が混在している存在だというんです。働くために作られた生物的なロボットということですよ。なので感情もね、欲もそこまでないかもしれない。ちょっと悲しくなるね、そう思うと。ここでユーザーからの質問が殺到して1万件ぐらいね、あるんですけど、殺到してそこに対してね、彼が投稿主が答えられる範囲で答えます。驚くべき話です。この話を上院情報特別委員会や ARO と共有し、それを裏付ける証拠をお持ちですか？ありがとうございます。私にはハニートラップのように聞こえます。私は自分の人生を政治家の手に委ねるつもりはないです。このメッセージ以外に証拠はないです。大したものではないことは承知していますが、これが私が提供する用意のあるものです。なるほど、読み応えがありました。彼らはバイオ技術で作られた働きありなのですか？そうです。彼らは使い捨てで技術的なサポートなしでは自立して生きることができず、儚い存在なのです。唯一の適切な仮説は、彼らはその任務を遂行するためだけに生きるということです。全て詳しく読んだわけではありませんが、彼らの宗教に関する文書について説明してもらえますか？これちょっと興味深いのでよく聞いてください。EBO は魂は個人の延長ではなく、重力とは異なり、場としてそれ自身を表現する自然の基本的な特性であると信じています。生命が存在すると、この場は複雑さを獲得し、その結果エントロピーがマイナスになります。この複雑さの増大はある場所における生物の濃度と直接相関しています。時間が経ち、適切な条件が整えば、生命はより複雑になり、知覚を持つ生命が現れるようになります。この域地に達した後、フィールドはこれらの感覚を持つ存在を通してそれ自身を表現し始め、我々が魂と呼ぶものを形成します。なかなか高度で分かりそうで分からないような会話してますよね。要は彼らは魂の延長っていうわけではなく、そのものをね、その空間に作ると、その空間がそのものをね、調理し始めて、最終的にはその空間の延長線みたいなもので魂ができるということ。すげえ考えだね。そんなこと考えたものだなってね。覚醒した生命はその人生経験を通じて、ある種の性のフィードバックループの中でフィールドに影響を与えます。これがさらに場の複雑さを加速させます。やがて場が臨界量に達すると、一種の神格化が起こります。これが現実的に何を意味するのかは定かではないですが、この神格化の探求が EBO の主な動機であるようです。興味深いよね。彼らがその神格化っていう現象が起きて、その神格化することが彼らの生きる目的。俺らは何？ EBO の性質を説明した文書には、その文章を書いた著者の解釈も含まれていますが、 EBO にとって魂のフィールドは信念ではなく明白な真実であると明記されていました。魂は死後その個性を失うが、記憶と経験は場の一部として存続すると主張しています。この事実は EBO の哲学と文化に影響を与え、死を恐れないが個性を重視せず、畏敬の念を抱かない社会をもたらすでしょう。この信念はこの神格化を生み出すという究極の目的のため、生命に種をまき、それを形作り、育て、監視し、影響を当てることを知ります。彼らは個人の幸福をほとんど、あるいは全く尊重していないです。私は10年以上前に読んだ本の記憶に基づいて話しているので、以上は多めに見てほしいです。また私は哲学者でも芸術家でもないので、概念を適切に定式化するのに苦労していること、語彙力がないことをお許しください。これで語彙力がなかったら、俺らが普段している会話で擬音語しかないよね。彼が研究所の場所を落としたのはなぜですか？なんと彼、バテル国立生物防衛研究所っていうのをね、Google マップに載っているのを実際にこれ、名前も提示してリンクも貼ってくれたんですね。これはフォードデリックにある研究所で、ホームページの情報によると、国家生物防御解析対策センターの管理をしているそうです。で、彼らの口コミを見てみるとね、もうみんなね、茶化して宇宙人だらけになっちゃってるんだけど、冒頭に述べたんだけど、その特定、この研究所とか彼の研究、彼自身を特定するような行為は質問を適当に答えるよみたいなこと言ったので、これをね、真剣にはね、あまり捉えない方がいいかもしれない。あなたはグレーが地球の動物の遺伝子と未知の遺伝子を使って遺伝的に設計されたと言っているようですね。それはグレーが人類との対話のために特別に作られたということですか？グレーは人類と未知のグループとの間の仲介者なのでしょうか？その仮説は彼らが任務を遂行するために作られ、地球の資源だけで生き残ることができるように作られたということです。これ興味深いですね。私の医学用語の知識は乏しいですが、牛成長ホルモンに感情性がある
るとおっしゃっていたことに気づきました。キャトルミューティレーション、その栄養素に何らかの関連性はあると思いますが、確信もないですが、少なくとも私たちの技術では材料を集めて生成する方がそれを合成するよりも簡単です。新しい生物を作成したい場合、全ての生物に存在する核酸、アミノ酸および皮質が必要です。メタボロームについての研究は行われましたが、私はメタボロミクスの分野で統計学者として働いています。かなり個性的な研究を行っているので、もし EBO 由来のサンプルを処理した経験があれば、それについて興味があります。私たちは頻繁に米国防総省や DARPA とも仕事をしています。LARP、作り話ということです。だと言っている人たちに対して私は異論を唱えます。これは技術的にも高度すぎるため LARP ではないと考えます。これはグレーエイリアンや牛の変死に関連する他の情報とも一致しています。牛の結晶は非常に貴重な資源であり、実験室で肉を作るための研究に使われていると聞いています。人間に関する知識と比べてプロテオームに関する知識はまだ十分ではありません。主な研究の優先事項は脳の中央場にある結節のプロテオームを特定することでした。メタボロームに関する研究があれば、それは間違いなくこれらの構造が優先されるでしょう。するとなんとね、投稿主は48日後にこのアカウントが削除あるいは消されたんですね。彼のアカウントがシャドーバンかバンされた証拠ってありますか？俺らには削除されたとしかわからないから、これ本当に奇妙になってきた。なんでレディットが彼をシャドーバンするんでしょうか？皆さん、私たちはレディットの歴史の一部になるかもしれません。可能であればこれをできるだけ多くコピー&ペーストして複数のドライブに保存してください。私もこれをドライブに保存しています。彼ら働きありなんですね。正規がないということは反乱を起こす子供を作ることはできません。彼らは安全で無菌環境で作らなければならないでしょう。例えば宇宙ステーションや深海の研究所のような場所で。私の意見では地球にいる EBO は単なる生物学的 AI だと感じています。彼らの母性にいる人々は外見が大きく異なり、繁殖のため正規を持っているでしょう。地球にいる働きアリは長い間私たちを観察していて、核分裂というマイルストーンを達成した時に目を覚ましました。何らかの探索機から自動的にプリントされていると思います。基本的に彼らは自分たち自身の DNA からこの労働者を作り始め、地球の生命の DNA と混ぜてこちらで簡単に生き残れるようにしたのだと思います。労働者はおそらくハイブマインドのような意識でインプラントされており、ハイブマインドっていうのは自分の意識を失って誰かにコントロールされるような状況です。任務が完了したら処分されるでしょう。おそらく真のホストである NIH 非人間知性体が私たち地球上のどの体系とも異なる何かを突然投げつけるのではなく、エイリアンとは何かという考えに私たちを徐々に慣らすために彼らは霊長類のような形になっているのかもしれません。これらの他にも約1万コメントが投稿されて、投稿主はアカウントが削除されたので真相がわからないまま幕を閉じました。どうでしょう？皆さんの意見ぜひ聞きたいですね。こういった2ちゃんとか掲示板に投稿されるロマンのあるストーリーは、大体はすごい文章力のある小説家のような人が書いているか、あるいは本当のパターンももちろんあります。あるいは最近で言うと AI が進歩しすぎてチャット GPT にこういったことを作らせることっておそらく結構簡単にできると思うんですよ。なのでみんな結構そういった意味では疑ってて、しかもリアルタイムにみんな質問して、それもリアルタイムに回答してはいるんですけど、その質問に対しても AI に投げかけたらおそらく回答してくれると思うから、もちろんね、そんなことを疑ってもしょうがないんです。これが本当なのか嘘なのかどうなのかっていう検証は無理なので、ただ宇宙人がいるかいないか、そんな議論ではなく、ここでの真理は皆さんがね、この投稿を読んだことによって、この情報に触れたことによって、少しずつ地球外生命体に対する体制がついていってるということ、そこかもしれない。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。